はい、皆さんこんにちは。前回までで DK フレキここまで完成しました。もうほぼほぼね、フレキこのまんまパーツを取り付けて走らせても大丈夫な状態までなったんですけれども、今回橋渡しの方やってみたいと思います。DK フレキ自体橋渡しを推薦していたんですが、動画の方が上がっていなかったと思うので、本家とは間違いなくやり方が違うんですけれども、とりあえずね、橋渡しの状態にしておきたいと思います。なるべく加工が少ない、シャーシのですね、シャーシの加工が少ない橋渡しで、一般的なやり方でチャレンジしてみたいと思います。橋渡し自体は一度やったことがあるんですが、思ったよりね、大変だったんですよね。なのでね、僕は普段メインマシンの方は一切橋渡しとかしてないで使っています。やっぱりね、この方がシャーシ作るの楽で早いんですよね。僕よくね、シャーシ壊すんで、なるべく早く楽に作れる方法で、このメインマシンはね、製作の方をしていました。まずやっていくのは、シャーシの加工なんですけれども、橋が渡せるように、この部分、電池の部分ですよね、ここをカットしていきます。で、カットの仕方なんですけれども、こういった直プレートを実際にこう合うところがあるんですよね。このユニットのこのビスの穴のところに、どこだっけな、ここかな、こんな感じで、わかります？こっち側とこっち側、穴の位置があるんで、こういう風に合わせて、これに沿って加工をしていくのがすごい楽な方法ですね。で、今回この直プレートを1枚丸々使うんじゃなくて、以前作ったやつがあったので、この真ん中の部分を細くしているこちらを使いたいと思います。こんな感じでカットしています。ちょうどこの穴がなくなるところですね。この幅を残してカットしてあるこれを使っていきたいと思います。これをこんな感じですね。こんな感じで橋渡しができるようにシャーシの方をカットしていきたいと思います。まずはね、カットラインを描いていきたいと思います。はい、こんな感じで橋渡しの直プレートを取り付けて、もうあとはこれはね、毛書き線描く用のペンなんですが、こういったもので毛書き線を描いていきます。これね、なくても100均でね、あるキリですよね。キリとか先が尖って細いもの、こういったものでこういう風にね、描いていっても同じようにできると思います。はい、こんな感じで線が入りました。あとはこれに沿ってリューターでカットしていきたいと思います。で、ユニットとこのセンターシャーシの間、高さがね、違うので、僕はね、今回ゴム製の520ベアリングと 1.5mm のアルミスペーサー、これで高さを合わせました。この辺はね、高さが合えば何でもいいと思います。あとは反対側も毛書き線を描いてカットしていくだけですね。それと一つ忘れていたんですが、このユニットのこの壁の部分、ここもね、当たってしまうので分かりづらいかもしれないんですが、ここに一応線が入っています。フロント側、リア側、両方ともですね。反対側も毛書き線の方が描き終わりました。あとはもうこれに沿ってこの部分をカットしていくだけになります。僕はね、リューターにダイヤモンドビットをつけて、このまんま普通に切っていこうと思います。まずは片側から切りますね。はい、ざっくりカットの方が終わったので、あとはヤスリで整えて、実際にこのカーボンがね、入る幅まで調整していきたいと思います。こんな感じでくり抜いてみました。なるべくね、最小限にということなんで、ちょっと当てがってみると、こんな感じ。いや、なんとかぴったりできましたね。これを反対側も同じようにやっていきます。いや、結構ね、
微調整大変ですね。時間の方は少しかかりましたが、綺麗にできることができました。こっちもね、失敗せずやっていきたいと思います。両方とも加工の方は終わりました。もう細い線が入った感じですよね。この幅にね、合わせるっていうのがやっぱりね、難しいというか、細かな作業というか、時間がかかるというか、そんな感じですね。あてがってみると、こんな感じ。カーボンが入るだけですげえかっこよくなりますね。電池側はこんな感じ。まだね、バリとか残っているので、この辺は後ほど取っていきたいと思います。そして今度はユニット側。ユニット側もこの状態だと、こういう風に当たってしまうんですよね。なので、橋渡しが当たるところはカットしていきたいと思います。で、先ほど毛書き線を描いたところ、だいたいこんな感じ。この部分なんですけれども、ここをこういう風にカーボンの厚みなんでだいたい 1.5mm ぐらい4箇所カットしていきたいと思います。はい、だいたいこんな感じですかね。これで橋渡しのカーボンに干渉しなくなりました。これをあと3箇所やっていきたいと思います。こんな感じで端っこだけちょっと切るような感じですね。はい、ユニットの加工が終わりました。これで全部取り付けても、この橋渡しのカーボンがついてもしっかり逃げるようになりました。この後作っていくものはこちら、お辞儀防止ステーですね。これはこんな感じでユニットを取り付けた時、何もないとこれ結構動くんですよ。この垂れ下がりを防止する、いわゆるお辞儀してしまうのを防止するプレートだから、お辞儀防止プレートということで、こんな感じで取り付けて、センターシャーシのこの軸の部分、ここに取り付けることによってユニットが下行った時にこれがね、支えになってくれるといった感じになります。これの作り方はね、すごい簡単で、僕はよく使うのはこれ、リアカーボンワイドステー。これをこっちの場合はね、ただこの辺りでカットしています。で、今回はね、カットしたものがあったので、こちらをとりあえず使っていくんですけれども、このお辞儀防止ステー、僕の場合はね、フロントバンパーとかリアバンパーに合わせて作ることが多いので、今回あったものはとりあえず一旦これで組み付けをしていく仮のものですね。バンパーを作るときに再度新しく作っていきたいと思います。理由はね、この辺とかですかね。なんかこう、うまい具合ぴったりね、合わせたい派なんですよね。こんな感じで。なので、この辺りとかブレーキステーとかの兼ね合いで微調整していくんで、こんな感じでね、いつもとりあえずのお辞儀防止ステーっていうのを使って仮組みの方をして作っています。で、これをね、こんな感じで取り付けるんですよ。で、この部分、ユニットのギアが入るところ、ここはまっすぐだと当たってしまうので、こんな感じでこの字型に逃げるように加工しています。大体ね、こんな感じ。ちょっと色が一緒だと分かりづらいですね。こっちの方が分かりやすいかな。こんな感じで、この穴がなくなるらへんでカットすれば問題ないです。幅はぴったり合わせたいんだったら、だいたいこの位置。ちょっと大きくてもいいんだったら、この両サイドの穴のところで切ると加工はしやすいかなと思います。このお辞儀防止ステーができて、これをここに入れて、橋渡しのこの橋を入れてみると、こんな感じでまだ隙間があるんですよ。今度はこの隙間を埋めるプレートを作っていきたいと思います。
でこれも前に作ったのがあって、それがこちらなんですけれども、直プレートのいわゆる端材ですよね。これを使って作っているんですが、直プレートをね、そのまんまの厚さ、大体これもそうなんだけど、こうやっていわゆる直プレート2枚入れた状態っていうんですか、これにすると分かります？少しカーボンが下に出ちゃうんですよね。これでもね全然問題ないんですが、タイヤ径小さくしてくるとこの微妙な厚さが地上高を取れないっていうこともありますし、なんとなく見た目フラットの方がいいかなということで厚さの方を調整しています。だいたいね厚さがシャーシとかの個体差によっても変わってくると思うんですけれども、1ミリぐらい、0.5 ミリぐらい、もうひたすら板やすりの上で、こうやって削るといった感じですね。これを4枚、この4枚をお辞儀防止プレートと橋渡しのプレートの間に入れていきます。各パーツが出来上がったので実際に組み付けていきたいと思います。今回はしっかりグリスの方も塗っていきたいと思うので、フロント側はこのフリクションダンパーのミディアム、タミヤから出ているものですね。こちらソフト、ミディアム、ハード、硬さが違う3種類のグリスになっていて、今回使うものは真ん中の硬さのミディアム。リア側は減衰とかがないのでちょっと硬めにしようかなっていうところで、この V 字グリス、よくねフレキの減衰させるのに使われることが多い結構硬めのグリスですね。こんな感じのものになっています。はい、組み立ての方が終わりました。こんな感じでカーボンが埋め込まれてるのって、いやなんかかっこいいですね。普通に見てください。こんな感じ、いやいいですね。こっちから見てもこんな感じ、いやいいですね。なんかこれ埋め込まれてる感、いや、ここまでねできるとねやってよかったなって思いますよね。それでグリスを変えたので、フロント側タミヤのフリクショングリスのミディアム入れてみました。減衰というか動きはこんな感じですね。スコスコ動く。ちょっと戻り遅いかな。最後までなんか少し戻ってない感じがしますね。この辺はちょっと調整しておきたいと思います。こんな感じの動きで、リア側は結構硬めの V 字グリス、こちらを入れました。そうするとこんな感じ、ぐにゃーってちょっとぐにゃーって戻る感じ、こんな感じの動きになりました。あとはねこの辺ちょっと見た目が段差がねガコンってなってんで、斜めに削ったりとか、そういったね細かなカスタムの方はおいおいしていこうかなと思います。もうちょいね見た目良くしたいですよね。まだねお辞儀防止ステーも仮なんで、この辺出来上がったらここもやっていきたいと思います。それと橋渡しする時の注意点で、カーボン自体が電気を通すのでターミナルに接触してしまうと、このターミナルを電流が通っていってしまってパワーが出なくなるっていうことがあるみたいなんですよ。なので今後ターミナルとか組み付けをする際に、どの辺だろう、この辺かな、この辺に絶縁の処理をしていきたいと思います。今回はとりあえずね加工だけやってみました。次回は何やろうかな。もうシャーシほぼほぼ完成じゃないですか。となったらフロントバンパー、リアバンパー、そのあたりやるか、とりあえずタイヤ取り付けて、さっきのこの絶縁の処理もあるんで動く状態にしていくか。まずはちょっと動く状態にしていこうかな。タイヤ径によってもバンパーの作り方変わってくるので、次回はとりあえず動く状態まで組み立ての方をしたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。